もう動いている。本当にアニメーション、こういうアニメーションあんまりやってないんですか？あまり。すごい。よろしくお願いします。毎度。今日もトニーさんがいます。はい、よろしく。今日は何のアニメーションですか？恐竜の走りです。怖いですね。子供たちは大好きです。恐竜は止まった状態でも結構怖いですね。はい。走ると見せてください。おお、なんか重さが感じる。ここからこっちに戻ってリピートをさせると延々と走ってると。今日は恐竜のアニメーションです。8枚の絵だけでとってもリアルに動かせます。走らせてるのもなんだんで、こういう風に背景を。昔、キノコはそんなに大きかったんですか？まあCM でマリオの宣伝見ちゃったね。あ、これでいいやって。崖と木を描けばよかったんですけど、分かりやすいキノコと雲にしてみました。奥の方にだんだん送って、でこれもまたリピートで奥の方に延々と。じゃあこの背景の描き方も別の動画になりそうですね。そうですね。今回は恐竜がせっかく走っているので、なんかアニメーションになるために次は何を描けばいいんですか？逆のポーズですね。じゃあこのアニメーションは8フレームで描いているので、それは何番になるんですか？5番かな。あ、じゃあこれは1だと思って5番を描くんですか？はい。恐竜描いたことないのでトレースしましょうか。では頑張ります。お願いします。走るアニメーションを描くときは片足が地面についているカットを最初に描くようにしましょう。一応アロサウルスという恐竜描いてみたんですが、T-Rex とどれくらい大きさはそんなに変わらないんですけど、T-Rex の方が筋肉の量が多いんです。どれくらい鳥の描き方に近いですか？進化の結果の鳥類だから、ほとんど同じと思って描いちゃってます。今の鳥はね、その種類によって歩き方が全然違うんで、こういう恐竜はどれの鳥に一番近いんですか？ダチョウ、ね、足が長いから、なんですかね。かな。飛ばない鳥ってことで。すごい、これトレースだけですごい勉強になっています。以前やったSD お化けエフェクト、あれをこの手前に持ってくればまた一つで完成するから。ひどい。これから5番を書くために何が動くんですか？上半身はそのままトレスでいいんで、あとは左右の足を逆にそれぞれ想像しながら書くという。あと尻尾も想像しながら。トニーは大変ですね。大変だよ。微妙にこれパースがついちゃってるでしょ、正面じゃなくて。だからかえって難しいかもしれませんね。面白いですね。こういう綺麗に曲がってる線と曲線とジグジャグ的な直線がなんか混ざってて、柔らかい生き物が硬いところがある。まあ最近じゃ恐竜にね、毛が生えてるっていうのが定説になってきてるんで、羽毛が生えてたらしいっていうことらしいんで。はい、完成です。お疲れ様です。これが1。はい。5番、トニー、お願いします。はい。じゃあ作戦としてどうしますか、トニーさん。とりあえず足がちょっと同じマッチングして、あとどのポジションとか骨のポジション先決まって、その後なんだっけ、肉書きます。すごいチャレンジだよね。ねトニーさんは先に骨の位置を考えて、その後に筋肉を描いています。それでも右足をどこに描けばいいのか難しそうです。しかも遠近法も使わないといけません。私にとってここは一番難しい。動いたらどこになるかなんか想像するの。まあプロでもそんなものですよ。1枚基本のポーズを作って、そこから動かす作業が始まるんですけど、これはアニメーションの反対側だから、ずっとリピートだって4フレームでなんか反対に行って、そう次の4フレームを戻ってくる。だからこっちの方が行くじゃん。私もそういう疑問がありました。どの辺に行くか。この山がどれくらいあっち側に行くかよく全然分かんない。実際自分もこの絵を完成させるときに、トライアンドエラーでこうした方がね、うねって見えるかなっていうのを何回か試してこれに落ち着いたんで、どれが正解ってわけじゃないんですよね。じゃあそうしましょう。いいですね。完成です。比べましょう。すいません。
ではトニーさんお疲れ様でした。お疲れ様です。もう動いている。素晴らしい。本当にアニメーションこういうアニメーションあんまりやってないんですか？あまり。すごい素晴らしい。尻尾の動きもちゃんと後ろに、ちゃんと動いているように見えると思いますが、日野井さん。はい。まあそうだな。横から見るとまあ一番ね踏ん張って伸びてるポーズじゃないですか。だからそれを意識してまあ結構書かれてるんで、これも膝が一番前に来てる状態で、これですよね。ちゃんとこのラインを意識して揃えたのが全然正解ですよね。じゃあ本当の5番はあとは重なりました。どうなんでしょう。おお。大体の形は合ってますね。そうですね。右の足が、やっぱりちゃんとやっぱりこう一番伸びてるところだから奥の方にね、行った方がそれらしく見えるかな。あと尻尾も、なるほど、逆のサイドも考えなかった、僕は。曲がり方がまあこれはもうそれぞれ一連の動きに合わせて微調整しながらこうなってしまったんですよね。なるほど。この方が見えるかな。すごい。トニーさんが描いた絵は本当のアニメーションに近いです。もう少し遠近法を上手に使えば走っているように見えましたね。あとは手の動きはどれくらい必要でしたか？上半身に関しては本当に上下動してるだけにしてみたんで、そんなに気にすることはないんですよね。かえってもう一連の動きが作られてるんで、ずらしてやると、これを通して動画の中に差し込むと途中でガタッとなっちゃうんで。じゃあ逆にトレースした方が動画そうですね変わり書きやすいですね。なるほど。視聴者の皆さんも書こうとするんだったらガイドラインをそうですね。パースの線を引きながら考えてやった方が、この膝は逆に行くとここの位置に来るんだなっていうのが分かるじゃないですか。わかる。日野井さんもガイドライン引くんだったらどこに書くのいきますか？まあそんなに横の位置のパースはついてないけど、まあこんな感じでさらに奥行きが大事だからこんな感じですね。だいたい消失点がここら辺に来るからって、もうこの線があるだけで結構空間として意識できるじゃないですか。でまあここにこの前作った素材を貼り付けるとはい本当に勉強になりました。勉強になりました。どういたしまして。みんなお疲れ様でした。お疲れ様でした。